僕は幼少期から人とのコミュニケーションを億劫と捉える人間で本ばかり読んでいるネクラな性格でした。見てくれも、まあ、自分でも気を使わない方なので、異性どころか同性からも近寄りがたいと思われていたようです。そんな僕には対照的な双子の弟がいます。それがアキラです。アキラはイケメンでスポーツも万能、性格も明るく、異性からはもちろん、同性からも人気者でした。僕たち双子は正反対の性格でしたが、特に喧嘩をすることもなく、仲良く一緒に暮らしていました。しかしある日、僕たちの両親が交通事故で他界しました。高校卒業まではお互い祖父母に世話になりましたが、高校卒業後はそれぞれの道に旅立ったのです。お互いの道に進んだ僕たち兄弟は、正反対ゆえに仲が悪かったのかというと、そうではありません。それぞれがお互いの生き方を尊重し合っている存在でした。だからこそ、僕はアキラの生き方や選んだ道を信頼していましたし、お互い別々の道を歩むことになったのです。さて、自分の道を歩み出した僕は、特段就職はせず、趣味の仕事をしつつ、喫茶店のバイトをして生活していました。年に1、2度、季節の節目に、アキラから連絡が来る近況報告で、なんとなくお互いの状況は把握していました。アキラは一流企業に入社し、バリバリの出世街道を歩んでいるそうです。兄として鼻が高い思いです。そんな弟から久々に会いたいと連絡が来たのは、僕たちが独立して10年目のことでした。お、久しぶり。相変わらず兄貴は見た目にこだわらないな。僕の服装すらも懐かしんでいたのか、再会したアキラは昔と変わらない、人好きのする笑顔をこちらに向けてきました。今、兄貴何してんの？相変わらず趣味で仕事してるよ。ああ、それと、5年前くらいに喫茶店のバイトを始めたかな。趣味の仕事って、まあ、兄貴のぶれないところは昔から尊敬しているよ。それで、久々に会いたいって、何の話だ？まさか、金か？はは、そんなわけないだろ。今度結婚しようと思うんだ。アキラが結婚。衝撃でしたが、これは嬉しいニュースでした。しかし、問題が一つ。アキラは僕が唯一の肉親だから、両家の顔合わせに来てほしいと頼みに来たのです。まあ、先ほども言った通り、僕は人とのコミュニケーションが苦手ですし、見た目にも自信がないわけで、かえって、アキラの足を引っ張ると断りました。結婚は心から嬉しいし祝福するよ。でも、両家顔合わせはやめとく。マジか。でも、兄貴ならそう言うかな、と思ってたよ。でも、せめて式には出席してくれ。俺の人生に一度の晴れ舞台なんだから。あらかじめ僕の行動を読み、結婚式には出てくれと退路を断つテクだ。さすがは我が弟でした。こうして、アキラの晴れやかな舞台に自分が行っては、と思いつつも、約束を取り付けられた手前、とりあえず結婚式に参加することになったのです。僕はもう何年前に買ったのか忘れるほど昔のスーツに、ネクタイは黒しかなかったので、納体姿で結婚式に向かいました。結婚式は豪華なホテルで執り行われるようで、僕のいでたちは
まさに異質だったのでしょう。案の定、ちらちらと僕に集まる視線がありました。やはり帰ろうかな、という思いが頭をかすめた頃、ちょうど式が始まる前の会場で、来賓者たちに挨拶をしていたアキラに見つかってしまいました。アキラはいつもの笑顔で僕の方に駆け寄ってきました。お、兄貴、忙しいところ来てくれたんだな。ありがとう。弟の結婚式だって言ったら、喫茶店の店長がバイトのシフト変わってくれてな。退路が完全に断たれたから来たんだよ。はは、どちらにせよ嬉しいぜ。そうだ、今のの子。嫁が花嫁衣装の着付けしてて。あ、来た。のの子、こっちこっち。そう言うと、アキラは僕に花嫁ののの子さんを紹介するために、のの子さんを呼び寄せました。しかし、その途中、先ほどまでチラチラと怪げな視線を送っていた若い女性たちが声を上げたのです。ねえ、見て。あんなのがお兄さんなの？席ないんじゃない？しかもいい年して喫茶店のバイトって。この場にふさわしくないわよね。恥ずかしくないのかしら。もちろん、その嘲笑は僕に向けられていたもので、周りの人間たちにも聞こえていました。まあ、僕はもともと結婚式の参列には乗り気ではなかったし、本当は今日もご祝儀だけ渡して帰ろうと思っていたのです。やはり場違いだったようだ。俺は帰るとするよ。兄貴。僕はその場を退席しようと扉に向かって歩いていたとき、向こうから一人の老齢の男性が歩いてきたのです。あ、お父さん。アキラがそう呼ぶ男性は僕にとっても見知った人でした。これは関谷先生、いつもお世話になっております。飯塚編集長、こちらこそお世話になってます。神父の父が突然、身なりも不相応な僕に対して頭を下げていることで周囲がざわついていました。どうやら今度は僕が困った顔をする番のようでした。まさかお世話になっている出版社の編集長が弟の義父になる存在だったとは。兄貴とお父さんって知り合いなの？兄貴が物書きしてたのは知ってたけど、めっちゃ驚いた。そう。実は僕が趣味で仕事をしていたのは物書きの仕事。いわゆる世間一般でいう小説家と称される職業をしていたのです。そして喫茶店でのバイトは生活費を稼ぐためではなく、人間観察に適した職場だということ。また、そこまでのコミュニケーションスキルを必要としないからやっていたのです。もともとネクラだった僕は、人との接触をしない分、ただひたすらに物書きをしていました。そして、いつしか物書きのために人間観察をよくするようになっていたのです。人付き合いは億劫でも、やはり物書きのネタは日常生活に落ちていることが多いですから。そして僕が出版社に持ち込んだ原稿を見てくれた人が、当時まだ編集部のデスクだった飯塚さんでした。その後、僕は飯塚さんのサポートのもと、処女作を出版することができたのです。先生、どちらに行かれるんですか？ちょうどそちらの来賓の方たちからも帰っていいと言ってもらったので、これから帰るところです。すると、先ほどまで賑やかしていた女性の来賓者たちも、少し罰が悪そうに、居住まいを直していました。では、と言って、再びきびすを返そうとしたとき、待ってください。関谷先生って、まさかお兄さんが関谷智和先生なんですか？花嫁のののこさんが鼻息荒くウェディングドレスを託し上げて走ってきたのです。私、先生の大ファンで、作品は毎回のように読んでいます。特に父もおすすめって言ってくれた
ブラザーハートが好きで、その主人公が大好きだったんです。ブラザーハートというのは僕の代表作でした。そしてその主人公のモチーフは何を隠そう、僕の弟、アキラだったのです。どうやら彼女はかなり選別眼に優れた人物のようでした。僕は一ファンだという彼女に作品を読んでもらっているお礼を述べて、今回の結婚についてのお祝いの言葉を伝えました。彼女も素直に祝福の言葉を受け取ってくれてから、先ほどの件を詫びてきたのです。先ほどは私の知人たちが大変失礼をしてしまい、非礼をお詫びいたします。失礼ってそんなね。女性たちは少し色めき立っていましたが、周囲の空気は完全に彼女たちの味方をしていないことを悟ったようで、尻つぼみになっていました。そんな様子を花嫁のののこさんは一別すると、再び僕に頭を下げてきたのです。いや、失礼も何も、僕自身で自覚していることなんで、別に大丈夫ですよ。だから頭を上げてください。僕は本心からそう答えました。せっかくの二人の門で、やはり雰囲気をぶち壊してしまった僕にも非があるのは当然だと思っていたからです。ただ、これだけは伝えたいと、僕は改めて花嫁のののこさんに向き直りました。両親が亡くなって以来、僕とアキラはこの世でたった二人の家族です。アキラはイケメンで、優秀で、誰とでも仲良くできる才能あふれた人物。対して僕は見た目も悪く、決して出来も良くはない。しかも人と関わるのもめんどくさがる偏屈家。そんな僕だけど、生まれてから一つだけずっと思ってきたことがあるんです。それは弟の邪魔だけはしたくないということでした。弟の生き方を尊重しているからこそ、兄が足を引っ張ってしまってはいけない。僕は、アキラは世界にも羽ばたけるほどの逸材だと信じているから。だからこそ、僕は誰よりも、アキラの幸せを願っています。ふつつかな弟ですが、どうぞ末永く仲良くしてやってください。するとアキラが泣きながら、僕に抱きついてきました。兄貴はどう思ってたか知らないけど、俺はいつも兄貴が羨ましかった。ずっとぶれない生き方をしてきて、兄貴らしく生きてきていた。だから俺も兄貴を見習って、兄貴に恥じないように自分の生き方を見つけたんだ。兄貴がいたから今の俺がいる。今日は来てくれて本当にありがとう。僕は泣いてるアキラを抱きしめながら、不覚にも幼少期のある出来事を思い返していました。あれはまだ両親が健在だった頃、アキラが父の大事にしている高級腕時計をつけて遊んでいた時、転んでしまいガリガリと大きな傷をつけてしまったのです。珍しく狼狽した弟は泣きながら家に帰ってきました。その時、家には僕しかいませんでした。兄ちゃんどうしよう。父ちゃんの大事な。アキラは傷ついた腕時計を抱えながら僕に泣きついてきました。僕も一緒に謝るから一緒に怒られよう。その後、父にはアキラと一緒に遊んでいて傷つけてしまったと言い、一緒に怒られました。今思えば、父は僕が公園で遊ぶはずないということはおそらく分かっていたのでしょうが、父は僕と弟を平等に叱りつけました。僕はいつだってお前の兄貴だ。何かあったらいつでも言えよ。そう言って弟の頭を撫でてやったことをふと思い返していたのです。少し気恥ずかしかったのですが、僕は久しぶりに弟の頭を撫でてやりました。ああ、幸せになれよ。こうして弟は飯塚編集長をはじめ、向こうの親類に会釈をして式場を後にしました。僕はそのまま式場を後にしたからわからなかったんですが、どうやら僕をいじってきたののこさんの友人たちは会社の先輩たちだったんだとか。結婚式を報告した時に
たまたま居合わせて、どうしても呼ばざるを得なかったというのです。もちろんあの日以来、ののこさんはその先輩たちとの関係を断ち切ったそうです。あれから6年経った現在、僕はというと、あの結婚式の日以来、自分なりに新境地を開けたようで、執筆作業が大いに励んでいました。一方、アキラたちの家庭には新たな家族が増えて、賑やかになっているようです。アキラの子供たちは、長男と長女だそうで、僕にとっては甥っ子と姪っ子です。気づいたらすっかりおじさんになってしまったと実感しています。そして、今日これから僕は、アキラの家にお邪魔することになっているのです。ののこさんからも、ぜひ遊びに来てほしいと言われていたのですが、どうも自分から積極的に人に会おうとは思わず、アキラからは、相変わらず連絡しないと一向に会いに来ないと愚痴をこぼされました。一応、今回は土産があるので仕方なしに重い腰を上げました。その土産とは気恥ずかしい話ですが、自分の作品が映画化することになったのです。そして、つい先日、僕の手元にサンプルビデオが届きました。今回の土産はそれです。テーマは、弟たちの未来の幸せの過程を思い、願い、描いたヒューマンコメディドラマ。これからアキラたち家族と一緒に鑑賞するのが少し楽しみです。